こんにちは。マシン原田の部屋へようこそ。今日のゲストは B ガールあゆみです。ご無沙汰してます。よろしくお願いします。僕はあーちゃんと呼んでますが、そうですね、はい、あーちゃんって呼んでいただいて、みんなあーちゃんって呼んでるよね。日本の人ははい、みんなあーちゃんって。あゆみだね。そうですね、昔あーちゃんでやってたんですけど、よくあじゃんって言われるんで、ちょっとあゆみの方がいいかなと思って、はい、海外の方にはあゆみで言ってます。はい。で、今日はこのスタジオはデコちゃんのね、スタジオスローエンステディにお邪魔してます。ボディカーニバルのデコが実家の家業のお肉屋さんをしながら経営しているスタジオ、その名もスローエンステディ。ダンスやトレーニングだけでなく、レコーディングや楽器の練習もできる音楽スタジオでもあります。またプライベートレッスンもやっております。要チェック。で、これパーテーションね、はい、バッチリバッチリですね。コロナ対策もはいやってるんで、バンバン喋りますよとかいろんな人いるんで、はい、あーちゃんのことを知らない人もいるんで、まず自己紹介からお願いします。どうも皆さんこんにちは。はじめまして。私の名前はあゆみと言います。所属チームはボディカーニバルというブレイキンのチームに所属してます。活動は主にボディカーニバルで活動するのと、個人でソロで活動したりとか、他のジャンルの方と一緒に踊らせてもらうリズマナティックっていうショーケースチームも一緒に活動させていただいてます。趣味は映画鑑賞とかめちゃくちゃ好きですね。どんな映画が好きなの？何でも好きです。嫌いなのはやっぱちょっと怖いホラーはちょっと苦手ですね。それ以外はもう何でも見ますね。もう洋画邦画問わず。基本でも洋画ですかね。英語堪能やん。洋画見るときはもう字幕じゃなくて普通に。そうですね。それもあって見てるっていうのもあるかもしれないですね。やっぱり英語を聞くっていう環境もやっぱコロナの間とかって全くなかったんで、だからまあ基本映画とかはもう全部英語で見てっていう感じ。それがもうめちゃくちゃ趣味ですね。他のジャンルのダンスっていうのは踊らない？ショーケースを一緒に出させてもらって、リズマティックの方とロックとかポップとかバックのパートであったりとかっていうのを一緒にやらせてもらう時に練習したりとかは一緒にやんねやろ。いやもう全然できて、全然できてないですけどね。音の捉え方がもう全然違うなと思います。皆さんでもそれをやることによってブレイキンにもだいぶ役立ってるんじゃない？希望ではそうなんですけどね役立ってほしいというか、うまく融合できてるんかわかんないですけど、まあでもちょっとね、そういうとこがあればいいなとは。入ってきたばっかりで、隔離が終わったばっかりなんよね。はい、もうやっと終わりましたね。今回 BC1 は2回戦で負けたけど、はい、どうでした？でもラストチャンスサイファーで優勝してるやん。あの辺ぐらいからちょっと BC1 振り返ったらどうなの？ラストチャンスサイファーはもうすごい自分の中でも集中して、ちょっとやっぱ自分の中でも楽しみたいと思ってたんですよね。やっぱもうこうなりすぎるとガチガチになっちゃうんで、そういう点では自分なりにそういう風に持っていけたなっていう意識があって、やれること全部やろうみたいな感じだったんで、すごい楽しく、最後は疲れまくってましたけど楽しく日を終えたって感じです。すっごいタフな戦い方やん。休みがないですね。もう当日までその流れ知らなかったんで、ちょっとびっくりしたんですけど、やっぱあれしんどい？結構やっぱ4行く時はしんどかったから4が一番しんどそうやけどね。もうええわって言ってましたね。みんな多分逆にこう休憩なしやから体も温まった状態やったんで、しんどかったけど、まあでも楽しく終えましたね。あれ変に休憩入るよりはあのペースの方が踊れる。いやでもあれ毎回はしんどいですねあの日はこれが普通と思ってたけど、どのバトルもあれになったらうわーってなりそうで、まあ、ベスト4からは結構楽しかったですね。ステージに上がれるように4まで行きたいって思ってたんで、そこまでもうガッツガッツみたいな。でもう1回戦で当たる女の子が強いって分かってたんで、私アメリカ代表で来てた子ですね、イシスちゃんっていう。ああ、イシスちゃんね。もう上手な方で、ね、その子に私がなんかバッて発表された時1回戦って決まったからうおーってなって、当たるやろなとは思ってたけど、1回戦かみたいな感じだって、結構1回戦の前の方が一番緊張してて、その後の方がこうちょっとほぐれて、まあ自分らしくいったかなみたいな。決勝は疲れてめっちゃぐだってましたね、私は楽しく踊れたかなっていう。優勝するやん。はい。で、あれ木曜日やん。本番は土曜日やん。金曜日しかないわけやん。そう、金曜日一日が休憩だけど、インタビューであったりとか、リハーサルとかもあるんで、急遽コロナの関係テストとかあるじゃないですか、PCR の、そういうのも受けなあかんかったから、一日中結構動いた感じでしたかね、あの日も。じゃああんまりリラックスはできなかったって感じ。フィジカルトレーナーの方がおられるんですよ。チコさんっていう方がトレーナーやってはるんで、そう超有名な。で今はもちろんダンスもやってはるけど、その小田さん。あのチコなの？そうですよ、本当の。ほんまに？そう。
チコさんがトレーナーやってくれるの？トレーナーやってくれるんですよ。チコさんとチコさんのチームっていうか、そういうトレーナーチームがあって、へ私は、チコさんに見てもらって、でもう1時間ぐらい見てくれるんですよね、ちゃんと。サンハドレちゃんはもう私の中では強敵な、もうダンサーとしても私はめちゃくちゃリスペクトしてるから、1回戦ってしかも結構もう何回も当たってるんですよ。またやみたいな。勝敗はどうや？初め会った時負けて、で2回目私が勝たしてもらって、で今回は勝たしてもらったんですけど、もうすごい上手な方で、最悪みたいな、本当に。ああ、そうなんや。で向こうもまた歩みみたいな感じでなってて、でももちろん緊張はしてましたね、めちゃくちゃ1回戦目は私。でも5-0でね。本当に自分が踊り切った最後までもう分かんない、自分がやったと思っても負けることも絶対あるし、良くなかったなと思って勝つこともあったし、今回はあんま分かってなかったですね。もうどっちか分からんなみたいな感じで自分では思ってましたね。はいで2回戦がどうです？はい、ロジスティックちゃんももう本当にちっちゃい頃から知ってて、ブレイクももちろんそうなんですけど、この他のジャンルでめちゃくちゃ有名なんですよ。いろいろショーやってるんですよ、あの子。すっごいうまいですよ。私もなんかそこで知ったんですよ、初めての時は。でブレイクもやってるっていうのを知って、もうすごい活躍されてる子ですね。体もね、もうちゃんともう出来上がってますからね。りょうじいちゃん2回戦ってなって、どっちかっていうとなんかあんまり相手意識よりなんか自分が頑張ろうっていう意識の方があの日は多かったので、でも全然ダメでした、ほんまに。マジでもう自分全然ダメやった？いやもう全然ダメでしたね。もう負けだって思いましたもん。ああ、そうなんや。なんか自分的にはもう全然出し切れんかったし、いい踊りじゃなかったって思ったから、もちろんどうだって立つんですけど、みんな終わった後、歌っちの方向いて、絶対無理って思ってましたね。これは無理だなみたいな。2カメの方で生中継やってたやつ、2カメでその舞台裏をずっと映してて、その時に「ネタ飛んだ!」って電話してんのが映っててんけど、いやもうそれめっちゃ恥ずかしいですね。いや明るかった、めっちゃ明るかった。なんかネタが飛んで、あやっちゃったってなった。もう全然成功せえへんネタがあって、とりあえず突っ込んでんけど、いや全然あかんな、これは負けって感じだった。あゆみが全然ちゃんときれいになって。あれはなるちゃんにしてましたね。多分見てくれてて、中継やったから応援もしてくれてたから、もう全然あかんかったなっていう。ロジちゃんとバビちゃんもすごかったし、みんなすごいなって思いました。どうすごいの？ああいう舞台で自分を出し切れるのが私はすごいと思う。勝ち負けってめちゃくちゃ大事、もちろんそれはもう勝負事って言われたらそうなんですけど、自分のスタイルをレペゼンするかどうかの方が大事やなってね。こんだけ長くやってくるとやっぱちょっとそう思うというか、自分もそういう気持ちで臨んでるんですよね。もちろん勝ちとかっていうのは絶対頭に全員あると思うんですよ、そのために頑張ってるっていうのは。でも自分のダンスを、より良いパフォーマンスができることが大事って思ってるんで、なんかそれをできたはんなと思いました、みんな。それが素晴らしいなというか。バビちゃんは25って言ってました。バビちゃんは幼稚園の英語の先生です。そう、めちゃくちゃ上手、顔もめっちゃ綺麗やしね。もう SF 映画に出てきそうな顔してるよ。そう、もうべっぴんさんですね。ねえ、ね、本当ロシアの方って感じがする。もう人造人間。なんてこと言うんですか。いや、なんかでもすごい綺麗、すごい整った、すごい可愛らしい方ですね。でも、面白かったですよ、決勝も。やっぱあんまり決勝を生で見ることってなかったかな、前の時は。だから今回は全部見れてすごい楽しかったですね。フリーロックとシゲキックスは見てましたね、あの時も。横の方で見てましたね。あれはどうやったん？会場すごかったですね。どっちにも空いてるって感じ。大体ビーチマンでめちゃくちゃすごいんですよ。うわーっていうのが。あやちゃん的にはもうフリーロックで。いや、私はその勝ち負けに関してはどっちもすごいと思ったから、別にそんなないんですよ。全然違うね。お互いが素晴らしいダンサーだと思うんで、結構影響を私らは受けていると思うんですよね。ブリッジパンパンとかも作らはった人やし、多分普段私らがやってるようなちょっとした動きとかも多分作られてるような、ナディアとかフリーロックさんとかなんかパフォーマンスの仕方が、ブレイキンの見せ方分かってるというか、それは多分私にもないし、逆にめっちゃ勉強になりましたね。うわ、すごいなって。しげちゃんもすごかったし、相手のフリーロックさんもすごいし。すごいやん。いや、すごいっすよ。テクニックのクオリティとか手数とかで言ったらものすごい詰め込んでるやん。体力もすごいしね、しげちゃんは。もうキレも落ちない。バトルサイボーグみたいな感じで本当にすごいと思います。いろんな意見はあるけど、お互いがすごかったバトルっていう印象ですね、私の中では。いや、もうしげきも絶対フリーロック
に負けるかもしれんっていう危機感もありつつ、めっちゃ詰め込んだと思うねんな。フリーロックさんも多分、もちろん相手がしげちゃんっていうのはめちゃくちゃやっぱね、こいつむちゃくちゃやばいなって絶対思ってるはずやねん。いや絶対そうだと思いますよ。だから両方のいいとこが出たバトルやなって見てて私は思いましたね。だからこそあんだけ盛り上がるし、こんだけお客さんがうわーってなったり、もういろんな b ボーイとか b ガールの人がすごいって思えるバトルができるってやっぱ簡単なことじゃないから2人にすごいリスペクトですよね。本当に一番盛り上がったよね。多分一番盛り上がってましたね。やつもこんなんやねダンスっておのおのが自分のダンスを持ってて、それを最大に出すっていうのがもちろんなんですけど、やっぱ人が見てるものじゃないですか、だからそういう人を巻き込んでまでそこまでいけるっていうのは素晴らしいバトルなんやろうなっていう、思いましたね。いや、2人リスペクトやね。リスペクトですね。本当にもう素晴らしいと思います。まあその BC1、あーちゃんはもう5年連続出てるやん。コロナがあって去年は無観客。そうですね、無観客で、まあ今年もコロナ禍やったりしたけど、どういうふうに BC1 のそのコロナ対策は変わってきた？去年はですね、もうすごい厳しい、本当にコロナがひどい時やったんで、徹底してましたね。もう本当に喋れなかったです、あんまり人と。ホテルについてもちゃんと隔離されて PCR の結果出るまでみんなそこに滞在。なるほど。ご飯とかもこう部屋まで持ってきて、検査が OK になった人からご飯とかも行けるんですけど、ちゃんと1メートル空けてっていうのも決められてるし、ハグとかシェイクハンズも絶対なしだし、なるほどなるほど。ご飯食べる時も一人一席みたいなちょっと離れてる。練習も時間線に区切られて、1時間1人ずつ完璧に徹底してましたね去年。だからできるんやなっていう。今年はヨーロッパの方が多分今の日本より規制がちょっとこう緩んでる。ワクチンがヨーロッパの方がめっちゃ早かったじゃないですか。だからみんなワクチンパスポート持ってるし、ラフな感じだったけど、もちろんマスクはつけてねとか消毒ちゃんとしてねとか窓を開けたりとかいうのはすごい徹底してはったな。みんながでも嬉しそうでしたね。そういうイベント自体も多分長い間あった人もいたけど、国でね、世界規模でやってるっていうのは国際的な感じでね、あんだけ全世界からね来て、それだけでなんか人が幸せそうでした。友達と会って喋ったり、まあワイワイできたりとか、なんかそれを感じましたね。ありがたいなって思いました。こういうのができて、純粋にやっぱもうダンスが大好きな人の集まりじゃないですか。だからそういう人らがこうやって一緒のところに集って、もうしかもこんななんかねハイレベルの戦いをやるんだけど、ダンスはダンスだしお互いをリスペクトし合ってるのもあるし、友達としても大好きだしみたいな、なんかそういうのを感じたなって思いましたね。なるほどね。はい。行ってめっちゃ良かったよね。いや私はもうすごい楽しんでました。ブレイキン出会ったのはどういうきっかけなの？ブレイキンはうちの姉のなるみが先に、ダンス自体は私が先に始めたんです。で普段はどういう仕事をしてるの？私は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ボディーカーニバル深月ロックブログもチェックお願いします。